こんにちは、ワットです。今日はシネスティル 800T という少し変わったフィルムとその作例を紹介していこうと思います。シネスティル 800T はコダックビジョン3という映画撮影用フィルムを一般的な写真から現像液の C41 で現像できるように加工したフィルムです。この加工の際にレムジェット層が除去されているため、独特のハレーションが起こることでも人気のフィルムです。ハレーションについては後ほどまたお話しします。感度が高いフィルムなので直射日光の当たらない場所で装填してください。このフィルムは ISO 感度800のフィルムなので、主にキャンドル、電球、蛍光灯などの明かりで撮影にするのに適したフィルムです。ですから今回は主に夜の東京をテーマに撮影をしてきました。東京は夜景には困らない街なので、このフィルムでの撮影に最適な場所ですよね。ライトの周りがぼんやり丸く光っているのがハレーションです。ハレーションを抑えるレムジェット層がないので、このような映り方になります。ここで今回の撮影に使った機材を紹介します。カメラはニコンの F2。このカメラにケーブルレリーズをつけています。夜景を撮影する場合は手ブレを防ぐのに有効ですが、なければセルフタイマー機能でも大丈夫です。レンズは主にニコール 28mm F2.8 を使っています。僕は 28mm という少し広めの画角が好きなので、このレンズを使うことが多いです。ニコンの F マウントは中古レンズが安くて豊富なのも魅力かなっていうふうに思います。さらに健康のブラックミスト No.5 というディフュージョンフィルターをつけて撮影をしています。コントラストを抑えて幻想的な写真に仕上げてくれる人気のフィルターです。お気づきの通り機材の角にぶつけてひびが入ってしまってますが、撮影には支障はありません。やってしまった時はへこみました。実際にフィルターを使った際にどのように映るか比べてみましょう。ここは皇居の前ですね。街灯が均等に並んでいるのが綺麗だなっていうふうに思います。こちらがフィルターなし、これがフィルターありの写真です。ハレーションとコントラストがだいぶ抑えられていて、雰囲気がかなり変わりますね。僕の夜景の撮影方法を説明します。まず気に入ったシーンを見つけたら三脚を組んで、スマートフォンの露出系アプリで計測してから撮影しています。僕が使っているのはライトメーターというアプリです。F 値と ISO 感度を設定してシャッタースピードを確認します。全体でもポイントでも露出を測ることができます。このシーンでは最終的に8秒にすることにしました。最後に長時間露光時の相反速吹きの補正をかけるために 1.3 をかけて 10.4 秒で撮影をしました。相反速吹きの説明は僕も厳密にはきちんとできないんですが、乱暴に説明してしまうと、十分な光源がない場所で長時間露光をする場合、化学反応を起こすのに十分な光が足りないため、長めに光を当てて補正しようということだそうです。フィルムによって公式に補正値が発表されているものもありますが、シネスチルは公式の発表はなく、インターネットで調べていたところ、シャッタースピードが1秒以上の場合は 1.3 をかければだいたいうまくいくと書かれていたので、それに倣って撮影をしています。夜はコントラストが強いので、どこで露出を取るか毎回悩みますが、テーマになる部分であったり全体的な仕上がりをイメージして最後は勘で決めています。露出は修行がまだまだ必要な部分だなっていうふうに感じてます。ちなみにここは日比谷公園ですね。平日の夜に三脚を担いでうろうろしていたので、変な人に思われたかもしれないです。
以前の動画でもお話しした通り、こうやって取り残されたような椅子やベンチの撮影が好きなので、人が少ない夜の公園は僕のスタイルの撮影にはもってこいの場所です。シネスティル 800T は映画のワンシーンのような撮影ができて、とても楽しいフィルムでした。悪い点を挙げるとすれば、直近で1本あたり2400円くらいして高いことと、寒色寄りで直射日光や逆光には不向きなことです。ただ特性を生かせる夜景撮影はとても楽しかったし、現像してみて幻想的な仕上がりにテンションが上がりました。なのでぜひまた撮ってみたいフィルムでもあります。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。また今度。